マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。ロックマン2ドクター・ワイリーの謎やります。謎の天才科学者ドクター・ワイリーの野望は阻止され、世界に平和が蘇った。しかし世界征服を企むドクター・ワイリーは再びロックマンに戦いを挑むべく新たに作り出した8体のロボットを送り出したのである。前作の1から今作の2に続くストーリーの説明やな。ビルを登っていく。てっぺんにおるんは果たして誰なのか？鳥かスーパーマンか？ロックマンやノリノリの音楽が好きすぎる。ロックマンは1から4までクリアしましたが、なぜかにしか音楽を覚えていません。好きすぎるけんしゃあなしじゃ。久しぶりですが何度もクリアしたロックマン。今回メタルブレードは最後に取るわ。もうお前一人でいいんじゃねえ？メタルブレード強すぎんよ。ほな行くで。どいどい。パスワードもある。個性的なパスワード。ほなどこから行こう。ツイッターのフォロワーさんからヒートマンスタートとツイートをもらっていましたが、ほうやったか。よっしゃヒートマンで。氷が弱点やな。見るからに熱そうな面。まずはボスの弱点の氷の剣を探しましょう。こんなんないで。しまった。開発会社しか会ってなかったか。前回の D&D のんびり実況のせいで歯車がずれたか。実際はバブルマンの武器が弱点です。氷やのうてほはやったか。氷の武器は前作のアイスマンですね。ロックマンの武器はいろいろあるな。このステージは足場が心もとない場面が多いですね。溶鉱炉に落ちたら一発で終わりやで。親指立てて沈んでいくあれですね。あれはやりきった後の話や。ロックマンの弾が弾かれましたが、攻撃が効かん相手もおる。このマスコットサイズの敵はバブルで倒せた気もするけど忘れた。避けて進むのが無難ですね。そうやな。進めない。足場出てくるで。この足場にタイミングよく乗れと。そんな感じやな。見て覚えてタイミングを取るんや。こんな感じ。把握しました。ここはいわゆるチュートリアルや無害な場所で練習させてくれるで。本番はこの後に控えていると。そういうことや。本番までの練習場所は早送りにすると。そういうことやな。こっからが一番の難所やで。来ましたか。突然出現する足場がずっと続くのですね。そういうことやな。正味の話覚えとかんと絶対進めんと思うわ。足場消えたら落ちてしまいますしね。あらら、どうやって戻るんやっけ。久しぶりなのでど忘れしたようです。武器を選ばんと戻れんのか。スタートボタンを押しても戻れず困惑した様子。ブロックの位置を2回見た。次はいけるはずや。期待。行くで行くで。期待。次はワンテンポ遅れてジャンプや。乗れた。この先にも1回同じ仕掛けがある。ここや。覚えてた。落ちても釈迦にならん場所に何章置いてくれる。カプコンさんの優しさでしょうか。ここからが本番。落ちたらお釈迦な溶鉱炉。1アップがありますね。あれは罠や。取ったら戻れんで。スターウォーズ実況でも見た気がします。次やばいやつやで。間違えた。取り返す。垂直ジャンプするタイミングを間違えましたが、すぐさま横ジャンプで生還したやで。久しぶりなのによく覚えていたわね。溶鉱炉終わった後でヤバインクルンは覚えとる。一つ間違いで助かったわ。あのやり方で進むパターンは初めて見た。お釈迦を覚悟しとったで。 W 来ましたね。ワイリーマークやな。まずは痛いね。気が早い。ボスです。ボスの名はヒートマン。体当たりのダメージが大きいです。直接体に触れないように注意してください。投げてくる火の玉は大したことないんだ。そうですね。体当たりにさえ当たらなければ火の玉は多少当たっても問題ないです。はい。ヤフー。大ダメージ。早速当たってもうた。4分の1ぐらい減りますね。ほなけどもう当たることはないで。ちゃんと避けてね。着実にダメージを重ねていく。ロックバスター一発で2ダメージのようです。ヤフー。大ダメージ。ピンチや。まだ2発しかもらってないのに。火の玉に当たってない。むしろ体当たりをもら。
懲らしめました。割とギリですが、倒してしまえばどうということはない。アトミックファイヤーを装備します。こんな名前やっけか。なんか起きたで。ドクターライトからのメッセージです。お茶の水博士かな。違いますね。アイテム1号が完成した。直ちに装備したまえ。博士の発明品を装着するんか。ですね。アイテム1号を装備します。3号まであるんやで。装備完了。1号は便利です。そうやな、1号は便利や。ほな、次行こか。実況者紹介やで。敵キャラクターセレクト。どこ行こメタルマンは最後にすると決めたので、時計回りにバブルマンとか。う。よっしゃ。それで決めよう。ゴーグルつけとるな。水中しよう。滝の前か。恐ろしいまでの水量。カエルメカが障害エルメカを吐いてくる。水のステージなので両生類メカ。ドクター YD は大体メカで解決してくる。やはりメカは全てを解決する。全部 YD が作っとるん。知りません。またカエルメカ。ワイリーのメカを作る情熱は目を見張るものがある。悪させんかったらよかったのに。1アップゲット。ついとる。アスレチックな場面も楽々クリア。のんびりしとったら足場が落ちてしまうけんな。ヤフン。回避不能。タニシみたいなやつにぶつかってもうた。貝殻が外れてスピードアップ。タニシ型メカかよ。水辺の生物をメカで再現する。ワイリーの真骨頂かも。完全防水で地上と同じ動き。ワイリーのものづくりに対するこだわりが垣間見えます。我々は何の解説をしているのでしょうか。だいぶ深いところまで潜ってきました。タニシに続いてエビ型メカに提灯暗光型メカ。弱点の丸見えだ。提灯を破壊せよ。キンキンキン。提灯に当てれん。思ったように当たりませんね。エビメカがいい仕事してきよる。倒しました。あれはクラゲか。ああいった壁を完全無視して移動してくるのずるいと思うんですよ。言われてみればオバピー系雑魚キャラ。オバピーはそんなにずるくない。ボンバーマンも壁抜けできるけんか。今は天井のトゲトゲにビビっとるで。水中はジャンプが3倍ぐらいできてジャンプボタンの調整が難しいです。いつもの調子でジャンプしたらお釈迦よ。ここは一旦下に降りた方が良さそう。めんどい。わ急がば回れ。やってもうたわ。めんどくさがるから。すまんの委員長。はいはい。久しぶりやけんトゲトゲは1回ぐらいはやっちまうと思っとったんよ。もう大丈夫ですよ。水中からの脱出。カニが降ってきますね。カニ型メカ。カニである必要はあるんやろか。上空からのんびりと飛来してくる。いかにもカニって感じのカニだ。うわカニあらあら。カニに叩き落とされてしもたな。次は気をつけましょう。カニ型メカを振らせてくるとは。ドクター・ワイリーは結構面白い人なのかも。カニメカを壊して回る。 W に到着しました。一丁ぶちかましてみるか。先ほど手に入れた武器ですね。なんとかファイヤー。アトミックファイヤー。原子炎。ボスです。ファイヤー充電中。ボスの名前はバブルマン。水属性の彼にファイヤーは効くのか。ドッセイキンスコー。ダメでした。おとなしくノーマルショットでいくか。ロックバスター。ロックバスター一発で1ゲージ減らせています。結構硬いんやな。長期戦の予感。ロックマンは泡攻撃を食らうと4ゲージ持っていかれますので、きっちり当たらないように避けて、こちらの攻撃を一方的にヒットさせる必要があります。ヤフン。結構痛いダメージです。まだ体力差はトントンやな。一方的にヒットさせないと勝てません。バウンドする泡はきっちり避ける。着地間際のショットもジャンプで回避。いい感じですね。これは勝ったな。持ちのろ。懲らしめました。
バブルは簡単なイメージだったのに。バブルリード、装備します。バブルリード。バブルしか覚えてなかった。実況者紹介です。次は、エアーマンか。何回やっても倒せないやつですね。いい感だけは最後まで取っとくやつや。行きましょう。行くでやんす。エアーマンは倒せへんのに。いずれは風に飛ばされますし。何回やっても。あなたか？エアーマンが倒せないよ。あの竜巻、何遍やっても避けられへん。それは事実。あの竜巻は避けれんようにできとんねん。諦めて、打ち続けることが肝心。アイテム2号があれば、楽に、向こうの騎士までつくけど。ヒートマンもう倒したやで。そうですね。向こうの騎士とか考えんでええんやで。まぐれとはいえ、一発でいけてよかったですね。歯車が狂ったらそれこそ。ジェットのせい。いつも同じ場所でお釈迦。全然ありえました。ほんとまぐれですと一発でいけてよかった。ゲームの方は小物りゾーンに入ったな。このステージ構成、ほんと大好きです。全く床がないのにそこまで難しくもない。そして空をここまでかと表現できている。このあたりはほんと好きです。エアーマンは倒せへんしな。超ハイパーウルトラ強敵ですから。いい感持ってないのに、無謀にも挑んでしまうんやで。いつもそこでいい感を使ってしまいますし。そこってどこや？わかんないです。諦めずにエアーマンまでたどり着いても、すぐに残機なくなりますしね。エアーマン、火力すごすぎやろ。はあ、せめてリーフシールドがあれば。リーフシールド、知っとるんかいで。リーフシールド。そのあまりの攻撃判定のデカさで、エアーマンの竜巻にことごとく潰され、全く攻撃が通らず、エアーマン攻略には不向きであると記されておる。びっくり家電大百科より、扇風機に葉っぱ投げとんな。投げた葉っぱすべて、顔に返ってきます。ハワは、やっぱエアーマンは倒せない。ついでにウッドマンも倒せません。鉄壁すぎるやろ。ドクターはイリー、最強の夫人。それはエアーマンから始まった。ヒートマンが最初かも。そういやほうか。アイテム2号が欲しいけ、わざわざ超ウルトラ強敵のエアーマンに挑んどんやったな。ヒートマンを倒したいからエアーマンを倒しに行き、エアーマンがデリシャスワンダフル強敵なのでウッドマンを倒しに行く。ほなけど葉っぱが避けれんけん、ウッドマンでもお釈迦。もう我々はワイリーにやられるんを待つしかないんか。敵への恐怖ばかりが肥大化していく。そんな我々をよそめに、ロックマンはけなげに前進。エアーマンが倒せなくとも、諦めずに消える足場に挑戦。それヒットマンステージや。絶対勝つために、いい感だけは最後まで取っておくのよ。一個も持ってへんで。そんなこと言っていたら、ロックマンがピンチに。回復アイテム狙いで粘るも、逆効果に。なぜか虫の息なんですが。回復失敗やな。あわあわ、エアーマンが倒せない。これは無理やろ。ボスです。あの有名なエアーマン。わあ！やはりエアーマンは倒せないのか。まさかの一撃でお釈迦にされたロックマン。まさかでもなんでもないけどな。ボスです。竜巻は避けられへん。これはもうしゃあない。竜巻は攻撃力も結構大きいですね。これは避けれそう。その反面、防御力は柔らかめとなっているみたい。一撃で2分り減らせるな。痛い。リアクションが薄くなっていますが。クラウンはカットでワガマンもできるってもんよ。リアクションがでかい。倒せるで。懲らしめました。結構ギリギリでした。エアーマンが倒せないこともない。エアーシューターを装備します。博士の自作マシーン完成か。ドクターライトからのメッセージです。アイテム2号が完成した。直ちに装備したまえ。アイテム2号を装備します。これで消える床対策もバッチリ。いっちゃん初めにクリアしたっちゅうねん。次はどうしましょうか？クラッシュ行こう。クラッシュ。なぜクラッシュ？エアー攻撃が特攻。簡単に倒せそうだと。休憩タイム欲しいねん。のんびりした雰囲気のステージですね。休憩タイムにはもってこいよ。周りから敵が近寄ってきます。ロックマンの代表的な雑魚。
当たってもそんなに痛うない。空中からのに近づいてくるので、場所によっては非常に厄介だったりはします。いわゆる無限脇ってやつや。なんぼでも出てくるけん、感じで切り上げて、先に進むのよろし。よろし。楽しそうな遊具が現れた。コマンド乗る。案外普通。何期待しとるねよ。遊園地のアトラクションとはちゃうんやで。そんな感じに見えてきました。ここから3連続でアトラクションや。さっきアトラクションとちゃうんやで、言ってたのに。すまんの委員長。はいはい。結構登ってきたで。すごい位置に鉄壁の雑魚がいますね。相打ち OK。ちょっと暗くなったな。明るいうちに帰るんですよ。どっち登ったらええんやっけか。適当で。行けるときは行ける。行けんときは行けん。こりゃたまらん。回避不能ですね。ゴリ押すしかない。鳥型メカに、卵型メカ。かなりいやらしい配置。ヤフン。不意打ち。あれは避けれん。卵型メカ。破壊。1アップとか出たら悲しいやつ。次はやらせん。1アップでなくてよかったですね。せやな。やばい。どうやって倒すか。右上に攻撃できる武器は、エアーシューターで決めよう。角度変えてきた。5本。たまらん。落ちちゃいました。もう一回登るか。うん。一旦下まで降りるわ。その方がいいですね。待ち伏せ。まんまとやられました。右側から登る。こちらは敵がいませんでした。無慈悲なメカ卵は我慢。リーフシールドがあれば防げます。ここをまっすぐ登ったら、回復アイテムあったよな。ありましたね。しかし無慈悲なメカ卵は、やっぱ落ちちゃ。もうこれで進むわ。後で回復しましょう。一旦逃げる。右向きながら登ったらええんよな。そうですね。右を向くと、鳥メカの右から現れます。小鳥メカに襲われんといけるで。回復は一旦諦めます。雑魚倒して稼ぐわ。いい感があるな。いただきましょう。アイテム1号に合わせて。いい感ゲット。これでエアーマンを倒せます。倒しとるで。エアーマンを倒したのでクラッシュマンに来ました。そうやな。1アップまである。ズルセコできるで。ダメージ食らいそう。うちもそう思う。無理や。回避難しそう。この雑魚敵で回復アイテムを狙いますか？そのつもりやけど。地形が邪魔して難しい予感。5本。体力が減っていく。ありゃ。風前の灯火。回復できませんでした。失敗してもうたな。そのままボスまで行けばよかった。言われてみれば。もうネタは上がっとるけん。さっきと同じ動きしたら。ボスに行く前にお釈迦になる。ボス前に体力回復しとこか。さっきと同じ動きしてる。そうはいかの金玉。敵を倒しやすい位置を発見したのよ。回復できるといいですね。任しときや。回復台が出ました。来ない子か。ここのボスに対して特攻のエアーシューターに装備変更。超強敵のエアーマンを倒した回がありました。一曲うなりながら倒したな。倒せない。ボスです。ボスの名はクラッシュマン。両手の爆弾を武器に襲ってきます。あと一発や。早い。懲らしめました。エアーがないと結構強いボスなんです。クラッシュボムを装備します。次はフラッシュ行こうか。決断が早い。敵の数も限られてきたしな。床がツルツル滑ると地下こうです。スターウォーズ、ルックくんの基本機能やな。確かにルックくんも滑りましたが、それ以上、良くない。ファミコン版の話やで。いきなり悪口言うたような、そんな展開になってしまったぞ。ナムコのゲームは、ぬるいとした床のゲームがちらほら。
妖怪道中期のことかな。それ以上、良くない。ゲームの方では、ロックマンは迷路みたいなところを進んどるな。分岐があって面白いですね。色が違っているところは、クラッシュボムで破壊できます。上に1アップ見つけたで。アイテム1号で、取りに行けますね。ドクターライトの発明に感謝。1号は便利。使いやすい。1アップデッドです。上の道が良いことありそう。1号に感謝。クラッシュボムに変えるで。こんな感じで特定の壁を壊せます。なるほど、こうなるんか。安全に進めますね。ここも安全に進める。また壁が。壊すやで。武器回復アイテムがありました。このステージは拾い物が多いな。助かります。アイテム2号があれば楽に向こうの岸まで着くけど。持っとるで。そうでしたか。関心なさすぎやろ。楽に向こうの岸まで着きます。ヤーマンはさっさと倒しといたらええで。そうですね。いい感デッド。勝つために最後まで取っとかんとな。どっちなの？あの歌を適当につっついて。すまんのう、委員長。はいはい。W に到着しました。今回は早いのう。アイテム1号やクラッシュボムの存在が大きいですね。そういうのもあるな。ボスの弱点は？知りません。クラッシュで行ってみるか。フラッシュマンはなぜか、覚えてないのですよね。ボスです。ボスの名は、フラッシュマン。時間を止めて攻撃してきます。止められる前にジャンプするやで。しかし、クラッシュボム、ボスには手づらいですね。難しいわ。クラッシュボム、使い切ってしまった。もうロックバスターでいいでしょう。ほんまやな。ロックバスターに変えるわ。ここからが本番だ。バスター一発で2メモリ。体力は最大28メモリなので、14発で倒せます。やばい。結構ピンチ。こっち来た。折り返しをノーダメージで通過。こちらの攻撃も当たらず。一発当たった。ヤフー。風前の灯火。気がついたらライフももう少ししかあらへん。そしていつもそこでリカンを使っちゃいます。諦めずにヤーマンまでたどり着くけど。ここはフラッシュマンですね。あと一息です。ヤーマン歌ってる場合じゃないです。いい感使ったしな。流れで使ってましたね。懲らしめました。いろいろごちゃごちゃしましたが、懲らしめることができてよかったです。いい感使ったしな。いい感使ったら結果を出さないといけない。貴重品やしな。タイムストッパーを装備します。博士マシーンできたで。ドクターライトからのメッセージです。アイテム3号が完成した。直ちに装備したまえ。アイテム3号を装備します。3号は壁を登ります。1号とは違った用途。クイック行こう。タイムストッパーを手に入れたので。その通り。こいつは強かった。当時なかなか倒せませんでした。いきなり1アップ。早速3号。1アップいただきました。何で置いているのか不明。順当に進む。ほっと一息ゾーン。特に何もないです。一発お釈迦のレーザー光線。当たらんように注意やで。右を降りたら。お宝発見。必ず右から降りましょう。特に回復したい武器もなく。3号回復。下降りるで。暗闇になり申した。敵が闇を照らします。明るい敵を倒すと暗闇に戻ります。そんな仕掛けが続くんよ。ここから下は死のデス地帯。デス地帯。やばいセンス。めっちゃレーザーが飛んでくる。まあでも我々は何度もやっているので覚えてしまえばどうってことないのよ。特に問題なし。お宝は無視で。取りに行くとお釈迦です。次がラスト。何の問題もありませんでした。敵
敵のマッシーンが来たで。スナイパーアーマーですね。エアーでマッシーンは一撃や。操縦者のスナイパー上も結構手強いです。連射を使っても相打ちとはな。手連射ですと、さらに強く感じますね。マッシーン対策でエアーに変更や。スナイパーアーマーの弱点を知らないときは、ものすごく手こずったのを覚えています。ほんまそれ、倒しきれずに画面端まで追い込まれるんよな。気づいたら W に到着しました。倒すで。結構減っていますが、まあ、いけるやろ。いざとなったらアイカン使うしな。エアーマンも倒していますし。ボスです。開始早々、弱点のタイムストッパーを浴びせられているボスの名は、クイックマンです。半分ぐらいまで減らせるで。ここからは実力勝負です。ロックバスターで堅実に行きましょう。今の3ヒットはでかい。あと一撃。懲らしめました。タイムストッパーのおかげです。帰ろうず。クイックブーメランを装備します。桃色の生かしたやつ。あとはウッドやな。メタルは最後と宣言しましたから。大型メカ。前作のガッツマンの立ち位置のメカか。かなり装備も充実してきたな。先ほど分取ってきたクイックが燃費が良くて使いやすいです。連射も効くし。連射が速すぎて貫通しています。速すぎてあかんとはな。ちょっと調整した。せっかくの連射機能を手連射で調整する。そういうこともあるわな。コウモリ型メカがこのステージの代表的な雑魚でしょうかね。一撃で倒せんかったか。大型メカ。クイックの連射力に任せるわ。これが3体。次も同じ感じでよろしく。いい感じですね。次もこれで。クイックで撃破。はしご登ってコウモリ撃破。猿が下から現れる。クイックの餌食じゃ。卵型メカ。むちゃくちゃアイテム出した。ほとんど全回復。ありがとうございました。卵型メカにはブーメランが通用しませんが、出てくる小鳥型メカはブーメランが有効そうです。タイミング早いと弾かれる。打つタイミング次第で簡単に全部倒せるで。小部屋ごとにウサギ型メカと対峙。倒数早すぎて見えんな。ギャフン。ダチョウ型メカの飛び蹴り。また。本来は飛び越えてくれるはずなんですけどね。怖いけん注意しよ下がるわ。それで行きましょう。W に到着しました。ボスは木。木といえば弱点は。ラオウには抜け作。邪気には僕。マシートにはセイヤ。君はどの組み合わせで戦う？というわけで木には炎で戦います。順当な選択ですね。ボスです。ボスの名はウッドマン。早速殺意全開で攻撃を溜めています。これが噂の何回やっても避けれない葉っぱやな。ウッドマンにヒット。体力半分を奪いました。あと一発でええんか。懲らしめました。あと一発でよかったようです。リーフシールド、装備します。これでファーマン倒せるで。動画済みです。ついに、残すところ最後の一体です。最強の武器を最後に残したで。政宗か？ラグナロクか？はたまたチキンライフか？アイスソードも捨てがたい。レフトハンドソード。アンバーの槌。ウコムの矛。ジルコンの斧。エリスの弓。大地の剣。ロックマンでは、メタルブレードや。だいたいいつもは一番初めに攻略するステージ。最強武器は初めに入手していたいですし。いい感ゲット。いい感を取れるんもええな。障害物のプレスです。ダメージ大きいので注意。当たらんように気をつけるだけやのに、これが結構当たってしまうんよな。我々は何度もやってきたので、ここでダメージをもらうようなヘマはいたしません。
順当な結果ですね。ここから先、それなりに硬い敵が湧いてきますので、ブーメランいっとこか。オート連射もあるし、快適に進めるで。レトロフリークの連射機能、助かります。1アップあったな。博士の発明品で取りに行けますね。博士やるやん。1アップゲット。あとは流れで下に降りていくでよ。思ったよりブーメランが機能して変気がする。貫通してしまいますね。なんでじゃろう？わかりません。そうそう、こんな感じ。今回は貫通しませんでした。これこれ、敵と近いと貫通してしまうんでしょうかね。試してみるか。そうかもしれん。ピエロ型ロボは、今のが最後です。まあ、気にせんと進むか。いい感あるな。後でいただきましょう。あのいい感は、博士の発明品なしで取ったら、向こう岸にジャンプで届かんやつよ。アイテム2号があれば、あるで。いい感ゲット。発明品、使うて向こう岸に。この、あえて2号を使わない感じ。別にひねくれてないで。あのバネロボ倒してみるか。確かバブルで倒せるんですよね。そうやったな。ジャンプ間に合わず。この感じは、W に到着しました。確かブーメランが、いい感じに機能した気がする。体力減ってますが大丈夫でしょうか？いけるときはいける。いけないときはいけない。ボスです。ボスの名は、メタルマン。最強の武器、メタルブレードの持ち主です。あとちょっと。あと少しで倒せるようです。懲らしめたやで。早い。弱点武器やとこんな簡単なんやな。大体は一番最初に取りますからね。メタルブレードを装備します。全部の武器装備できたけん、パスワード教えといたるで。いい感4つ持ってます。なるほど。特徴的なパスワード。来よった。ラスボス、ドクターワイリー。あまりにも有名。その土下座さばきには定評がある。今回はそんな彼の謎が明らかに。ドクターワイリーの謎、とは？ドクターワイリーステージ。一面は、あの曲や。このコールをやったことあるよ。色あせた記憶だ。紅白号頭にウルトラマンセブン。頑張った頑張った。一生懸命頑張りましたね。我々は初音ちゃんとはちゃうけん。この辺りが限界。はいはい。このステージの音楽が素敵なのは周知の事実なので、ゲーム実況しましょうね。ハーミリー殿は厳しいでござるよ。ニンニン。ゲーム中では早速メタルブレードを装備。卵型メカが着弾して、小鳥型メカが孵化する瞬間を狙鬼畜。うまくいった。一網打尽で体力回復。途中の高台は博士の発明品で対処や。ナイス発明品。とりあえずビール。とりあえずメタルブレード。強すぎる。最強。ここを登るんは、博士の発明品。参謀じゃな。失敗した。あらら。ちょっと稼いでいくわ。3号も減ってしまいましたし。とりあえず3号を満タンまで回復しようぜ。今度は成功。上に進みましょう。スナイパー城が守っていますね。こいつはブーメランの超連射でやっつけたる。バッサリ処理。はしごから安全に。難所は博士の発明品で通る。1号便利すぎ。そろそろボスですね。これまた超連射でボスを懲らしめるで。ジャンプ、気をつけてください。なーに、これぐらいのジャンプアクション、お手の物よ。ボスが現れた。ボスに触れると一撃を釈迦です。焦らず急いでください。おうよ。焦らせてしまいましたか。
焦らせてごめんね。久しぶりやけん、こういうこともあるのよ。次はいけるやろ。次はいける。ボスです。ボスの名は、メカドラゴン。確か昔、ブーメランを撃ちまくって倒した気がする。ゴリ押しでいける？いけたはず。懲らしめました。ゴリ押しでいけたようです。ドラゴン倒したのにチカチカしとるな。おそらく真っ黒になっているだけで、そこに存在しているようですね。ほなけん羽のあたりがチラチラ見えるんか。下りか。そうですね。武器回復。1号が良いですね。ここからの武器は、ブーメランで決めよう。しつこく追いかけてきますね。ちょっとめんどくさいやつよ。武器、回復アイテム。何を回復しようかな。おっと1アップ。取らざるを得ない。ダメージを受けてでも、取らざるを得ない。もう、ブーメラン回復でええか。ここからは、博士の発明品2号で、かっ飛んでいきます。飛んでいく隙がない。今です。おうよ。よっしゃ。一安心。はしごは、奥のはしごを登るのです。もちろんなのね。いい感がありますが。4つあるし、1個使うか。いい感ゲット。本枚回復がいっぱいあるやん。2号回復するわ。1アップゲット。思ったより回復する。コツコツ回復。お宝あるけど、いい感はもう不要ですね。1アップだけ取っていくわ。まさかのいい感あまり。無限脇のドリル地帯まで来ました。ここいらで回復しとくか。全回復を狙うようです。ジランマに残機球もある。盤石ですね。それをさらに確実なものにするけん、丁寧に全回復。博士の発明品3号で登りましょう。武器全回復したけん、進めるわ。メタルマンステージでミトクレスが多数配置されています。ダメージ大きいので、当たらないように気をつけてください。把握した。あの隙間はやばい。簡単そうなんですけど、結構当たっちゃいます。ヤフー。自分から触ってしまった。プレス地帯を抜けました。もう少しでボスの予感ですね。回復やな。もちろん取ります。とりあえずノーマル装備に戻しとくわ。ボスです。ボスの名前は、キコキコくん。せや。私も知らなかったんですが、私も嘘や、思ったんですが、どうやらピコピコくんで、間違いなさそうです。ほんまか。なんかもっと凶悪な名前のロゴっぽい見た目なんやけど。当時は名前などは全然知らなかったですよね。そんな情報なかったしな。それにしたってピコピコくんは可愛すぎ。ワイリー、おかしくなったんか？もともとはドクターライトの発明品らしいです。なるほど、博士の。それやったら納得のネーミング。と言いますかロックマン、ピンチじゃないですか。連射が速すぎて、敵のクライモーション中の敵に弾が通り抜けてしまう。で連射で行きましょう。次は自力で連射しましょうね。くそー、ポコポコくんね。ピコピコくんですね。表面張力というのを知っているかね？ポコポコくん。それはバービーくんですね。ああ、心臓に悪いわい。溺れるかと思ったわい。さあ、君の番だ、ポコポコくん。それは OB くんですね。グッド。やられちゃいましたけど、元気で何よりです。次は負けへんで。頑張ってください。ボスです。再戦、ポコポ、ではなく、キコキコくんです。もう自動連射ボタンは使わん。いかにも人が連射したような速度。これぐらいの連射力やと、貫通することはないな。常識の範囲内ですね。ヤフー。大ダメージ。ごほ。偶然の灯火。あと一撃もろたらお釈迦かいな。おそらく。また追い詰められてしもたやん。次が最後です。ほんまか？
懲らしめました。ギリギリセーフ。右に行くんか。地図では右ですね。と思ったら、下に行くんか。地図は当てにならないようです。ここからしばらくお宝を漁ります。いい缶は4つ持っとって満タン。毛布よ。武器の回復ですね。アイテム3号でも回復するか。あとはクラッシュボムの回復。とりあえずノーマル装備。水中入りました。トゲトゲの見た目が怖い。トゲトゲない場所は魚が出てきますよ。また海産物をメカにする。魚ゾーン終わり。トゲトゲ多いな。下りもトゲトゲです。これはスタートボタンを使わざるを得ない。スタートボタンを押すと、その場所にロックマンが現れるので、下降スピードが初期化されます。これないと、めちゃめちゃ早う落ちるん。トゲトゲゾーン終わり。一安心や。あとは平坦な道なので、安心してお進みください。へい。ブーメランで。ボスです。ボスの名は、ガッツタンク。前作で登場した、ガッツマンをベースに作られていることは、見て取れます。ガッツマンは、岩を投げる怪力キャラでした。懲らしめました。なんか、弱かったですね。すぐ倒せたな。次は登りか？多分嘘ですよ。登りやった。そんな、まさか。左右に武器の回復アイテムあるけど、ここは取らずにキープで。戻ってきて回復するかもしれませんしね。1アップがあります。取りに行く。このステージは落とし穴がたくさんあります。今から落ちるで。1アップデッド。3機はたんまりあるで。ここに落とし穴。覚えて落ちないようにします。一旦落ちて進むで。こっちにも落とし穴ある。覚えてください。ほな行くで。1個目。2個目っと。落ちちゃいましたね。こういうこともある。もう1回行けば大丈夫ですよ。なんとかなりました。見るからに落とし穴。これは覚えてない。もうあれを使うしか。落とし穴発見器。バブルリード。わかった。最初から使えばよかった気もしますが、自力で行きたい気持ちもわかります。そういうことなんよ、ハーミリーくん。いい感ありますがすでに満タンです。とりあえず置いとくで。長い横道ですね。地図で言うたらもう半分超えた。あの地図は適当なので。ほんまや、下り来てもたや。危ない。落ちてもうけ。一旦はしご掴んで上に移動や。クラッシュマンステージで見た楽しい仕組みですね。落ちたら針山の過激な仕様やな。ここいらでジャンプ。少し早送りにしましょう。乗り物乗って待っとる部分が多いけんな。ジャンプアクションはしっかり。ここは葉っぱバリアでお手軽に行くわ。リーフシールド。博士の発明品2号で超えていく。博士の発明品、ほんと役に立つ。スナイパーアーマーや。エアーマンの出番。ヤフー。大ダメージ。前に出過ぎてしもた。少し焦ってしまったか。スナイパー上は確実に倒す。残り体力が少し不安ですね。スナイパーアーマーの体当たりをクロタンは失敗やったな。いざとなればいい感を。たっぷりあるで。クラッシュボムに装備変更。ボスです。ボスの名はブビームトラップ。強敵です。
このボスはかなり苦戦した思い出よ。そろそろ攻撃きます。避けれるかな。ヤフー。無理だった。覚えてなかった。いい感ごくごくするしかない。早く飲んで。なんで急がせる？まずは絶対に壊さんとあかん壁から。むき出しのボスから倒した方が良いのでは。ほんまやな。そいつ倒しとこう。次はどこに行きましょうか。ヤフー。避けるの難しいね。落ちた剣ついでに爆破。ついでに倒す。上に登るん難しいな。博士の発明品を使いましょう。1号はやっぱ便利や。油断した？ここも登るんむずいな。いい感じで1号を使うんでしょうね。壁。ちょっと体力がやばい感じになってきてしもた。うだうだしている間に追い詰められています。やっぱ1号しかないよな。そうですね。いけたで。なんとなくジャンプしたらいけました。狙って変化ってやば。風前の灯火。やばいやん。あと一つもらえばお釈迦です。ここはケチったらあかん。使って良いですよ。最後の一体、倒しましょう。ヤフー。いい感使ってて、よかったですね。最後やっぱ食らったか。懲らしめました。2回お釈迦るところでした。2回いい感使ったけんな。昔は避けれたんですけどね。すっかりタイミング忘れてしもたな。次は右行ってしたか。多分騙されますよ。それぞれ入り口に入るとボスと対決です。右には行かんの？行きません。適当に入るか。さすがに覚えてないですね。ボスです。たまたま初めはヒートマン、弱点武器を持っているので。パワーは攻撃じゃ。よく減りますね。さすがは弱点。あと2発。懲らしめました。8体のボスを倒します。順番に入っていくか。覚えてないですしね。エアーマンやん。やばい。エアーマンは倒せない。リーフシールド持っとるで。リーフシールドを使っているいとまがない。竜巻に絡め取られるよな。次、こっち来ますよ。何？リーフシールドを使わざるを得ない。それなりに減らせますね。もう1発。リーフシールド、2発当てるのが限界。もう十分減らしましたよ。こちらも減らされています。結構痛い。懲らしめました。懲らしめられそうになりました。やはりエアーマンを倒せない。倒してます。ボスです。ウッドマン、こんがり燃やされそうな予感。ヒートでためファイヤー。落ちてくる葉っぱを避ける。半分減らしました。もう一遍同じことをやるで。懲らしめました。あっさり倒せたと思いますが、それでも案外減らされます。ボスです。フラッシュマンにはメタル。懲らしめました。今回はノーダメージでした。ボスです。メタルにはメタル。懲らしめました。本人の武器が弱点という設定はなんか良いですよね。ボスです。クラッシュには倒しててよかったエアーマン。35% ぐらいのダメージ。70% ぐらいのダメージ。懲らしめました。エアーなしですと、きつい相手。ボスです。ブーメランにはタイムストッパー。ブーメランには、ザ・ワールド。それ違うゲームや。会社は一緒ですし。それでもあかんやろ。なんか妙に厳しい頃ね。タイムストッパーはあるで。突然別の武器を試し始める。リーフシールド。効かない。メタルブレード。効かない。バブルリード。効かない。諦めてロックバスターに戻したようです。他の武器で倒せんかなって思って。タイムストッパーで恩義を受けましたから。懲らしめました。遊ぶ余裕があったようです。ボスです。バブルにはメタル。7ヒットで倒せるようです。メタルが効くボス多くね。
そこは最強武器ですので。そうであったな。懲らしめました。すべてのボスを討伐しました。入り口が一つ増えとるの。ボス部屋ですね。弱点は覚えていません。ロックバスターで行ってみるか。そうしますか。ボスです。ワイリーマシーン2号、ドクター・ワイリーが操縦しています。ブーメランとかどうじゃろう？効かない。そこから装備する武器を悩んだようですが、ロックバスターを選びました。初心に戻ってみるか。ボスの弾の軌道、よく見ると単調ですね。ジャンプで避けれるな。第2形態です。この弾の軌道は避けにくいバブルマンの攻撃。第1形態は分かった。ジャンプで避けながらロックバスターでチクチクで倒せそうです。ノーダメージで戻したで。第2形態です。また早送り始まったで。ということは、結構強い。3機はあるぜ。3度目の挑戦です。また戻したで。第2形態です。ギャフン。避けるの難しいですね。1個は避けれるけど、3つは厳しい。3つは厳しい。ありゃ。風前の灯火。もういいかんごくごくする。いい缶を飲んで体力全開。懲らしめました。ワイリー、逃げてますね。追いかけるやで。地下に潜るんか。珍しく地図が合ってます。無音なんやな。不気味さが出ていますね。とりあえずバブル。弱点を知っての事前準備。何遍もクリアしたけんな。さらに壁に張り付いて落下。まあ、何遍もクリアしたけん。さすがに知っとるよ。一番前を進むと、水滴に当たりません。この水滴は、当たったらめっちゃ痛いけんな。慎重かつ大胆に。大胆に前を進んだら当たらんことを、当時見つけたわけですよ。入り口に到着。ワイリー飛んどるやん。科学者が頑張れば空も飛べる。変身してしまいました。くそ、ワイリーね。ラスボスです。事前に装備変更してしまいましたが、バブルリード以外の武器で攻撃すると、ボスに吸収され、体力が回復してしまいます。バブルはアンバと番犬。感じに近づいて撃つしかないで。つまり、ミスがなければ、今の攻防を、このまま倒すまで続ける。そういうこと。ラスボス戦なのに少し単調。当時はロックバスターで攻撃しても効かんけん、めっちゃ焦ったんやで。知らないと怖い気がするのはわかります。ワイリー、追い詰めたで。あと少し。ワイリーのマシーン、ちょっとうるさいな。最後なのでルーしてあげて。懲らしめました。ドクター・ワイリー、最終局面で、究極必殺、ジャンピング土下座を仕掛けてきました。これに耐えられるか？ロックマン。騙されるな、ロックマン。許したらあかんね。最後までワイリーを追い詰めるも。ジャンピング土下座を見せつけられ、また許してしまったロックマン。ジャンピング土下座が強すぎました。あの土下座がある限り、ワイリーを倒すことはできんのとちゃうん。ロックマンは11まであるそうです。11までワイリーを倒すことはできんのか。11でもまだワイリーは健在なようです。マジか、まだ倒せてなかったんか。ほなけど、我々の戦いは、ここで一旦終わり。他のロックマンシリーズも、リクエストあれば、いろいろ頑張りますので、次の動画アンケートで、皆さんの見たいゲーム名をコメントで1票いただければと思います。のんびり団員のみんな、よろしくやで。まだ加入していないみんなもよろしくです。マーさんは1から4までクリアしたと言うとったわ。未体験のシリーズが7作もあったのですね。数えるまでそんなあるとは思ってなかった。クリアしたシリーズの方が多いと思っていました。まだまだロックマンで遊べるな。とりあえずファミコンで遊んでない。5、6、7あたりでしょうか？せやな。
続いて、スタッフロールです。コロネよ、今回のゲームはどうだった？めっちゃ久しぶりのロックマン2。ほなけど当時めっちゃ遊び倒したけん、今更感もあるんちゃうかなとも思ったけど、メタルブレードを最後に取るんが、いい感じで楽しかったでよ。いつも大体はメタルブレードで解決してしまいますから。メタルを持ってないロックマンは、何気に初体験だった。ヒートマンを一番最初に選ぶのも、良かったですね。そうそう、あれはツイッターで言うてくれたん。自分で選んだら、絶対にやらへんけんな。アイテム2号取ってから、選んでしまいますね。そういったのんびり団員の皆から、良い提案をもらったりで、今でも遊んでみると楽しいもんですね。こんなん言うもなんやけど、ロックマン2は、自分で選んだら、絶対遊んでない一本やったと思う。そんな体験ができるのも、動画をアップするたびにアンケートに答えてくれる、のんびり団員の皆様のおかげです。めちゃめちゃ良い刺激になっとるで。一人でファミコンを次々クリアしたんでは、得られない体験を団員の皆からいただいています。ほんと助かる。それに報いるためにも、頑張って動画作るやで。今回も50分超えるとは思っていませんでした。謎の村雨城から長いんばっかりやな。さて、次のゲームは何でしょうか？次のアンケートの結果、次回のんびり実況は、スプラッターハウスです。あのきしょい扱いな。ほな、今回はこれぐらいで。ご視聴ありがとうございました。のんびり実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。ええ感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい、のんびり団員1億人。はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだと団の面目のつぶれ。ほな、次ののんびり実況の時間に、レトロゲーのんびり実況チャンネルで。